味方です。今日もみんなで一緒にアニメ楽しんでいこうね。一足お先にメリークリスマス。今日はね、イブだと思うんだけど、みんなと一緒にクリスマスを楽しみたいなと思って、今回プレミア公開をしてみました。私ちゃんとできてるかな初めてやるからちゃんとできてるか、まあちょっとわからないんだけど、まあ自分にね、信頼がない私はね、ちゃんとできてる。ということでね、みんなとたくさんチャットしながら楽しく一緒に過ごせたらいいなと思ってます。ね、気分は浮かれてクリスマス。ということで、そんなクリスマスに今回、ルックバックを見ていきたいと思います。いやね、実はルックバック、私、漫画読んでおります。はい。なので、内容は知った上で見ていくことになりますが、いや、ちょっとね、もうね、みんなに聞いてほしいの。なんか多分みんな私のことめっちゃ泣く人だなって思ってる人、なんかいると思うんだけど、私、ルックバック読んで泣けなかった人間なんです。妹も泣いたって言ってたし、呂布カルマも泣いたって言ってたし、なんで私泣いてないんだろうみたいな。結構真剣に思ったよね。そう、だからなんか泣けてない自分っていうものをなんかもう一回感じたくなくって、一回読んで以来、一回も読み返してないのね、ルックバック。いや、私実はチェーンソーマンをね、初めてアニメで見たとき、もうどっぷり藤本つ樹先生にハマりまして、もう漫画一式でいろいろ買い漁ったんですね、はい。もちろんチェーンソーマン、ファイヤーパンチ、ロックバック、さよならエリ、そしてKindle で配信されてないこちらですね。はい。このあたりも買っちゃうぐらい結構もうハマって読んでました。はい。私結構物をね、あんま増やしたくないから、漫画はね、全部なるべく Kindle で買うようにしてるんだけど、だからね、その実物で漫画を買うっていうのめっちゃ久しぶりで、すごいもうなんか私にしてはもう珍しい出来事だったの。に私が藤本つ樹先生の中で一番好きな作品はファイヤーパンチです。まあ、簡単に好きな理由を挙げるとするならば、人間の未熟さみたいなものがもうどうしようもなくいっぱい描かれてるのと、ボッコボコに人死んでいくのと、あとはね、結構エロをね、淡々と描いてくれてるとこが結構好きで。このね、エロの話をし始めたらね、またこれも長くなるからね、もうちょっとはしょるけど、なんか普通に人間が演じてる実写の映画とか見てると、もう本当に、なんかベッドシーンになると急になんか特別感出してきますみたいな空気感とか、本当に私結構嫌で苦手なの。なんか別にエロってそんなね、地球全体で見渡してみたら日常の出来事だからさ、なんかそんな、力入れてさ、表現しないでほしいなみたいな気持ちを持ってるから、私。だから結構ね、なんかそういうのを普通の当たり前だよねっていうノリで淡々と描いてくれてる世界っていう感じがして、ファイヤーパンチは。それが好きでした。このなんかエロの話、この辺でやめときまして。まあね、今日はルックバック、みんなと一緒に楽しく見ていけたらいいなと思います。そう、ということで、私は再びルックバックを見てみて、泣けるのかどうか、思いながら見ていきたいと思います。今回映画を見ていって、どう思ったか、また最後にゆっくり話したいと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。ということで、早速見ていきたいと思います。それでは、スタート。うん。映画館ね、本当は行こうと思ってたんだけどね、行く余裕なかったんだよね。そう。でもなんかもう配信されるのも早いよね。すぐ見れちゃう。ドリアン。ドゥリアンですってよ。はー。でも結構短くってサクッと見えちゃうから、なんかいいなと思ってる。ガーガーガー。これ、ライオンさんよく見る。おー。なんで回ってるんだろう。うん、ここか。お家。
うん。この背中ね、もうほんとすごい印象的だよね。鏡に映ってる。見えそうで見えないお顔。あ、うん。ああ。うーん。なんだ、でも音楽が思ってたよりも温かみがあるっていうのかな。なんだろう、なんて言えばいいんだろう。なんか優しい気持ちになるような感じの感覚になる。4コマ漫画。ねえ。おお！え、いいね。こう、わ！ああ！お、お目目でかい。ぶわ！すごい。これめちゃめちゃあ、違う、ハートだ。もうね、絵が絶妙なんだけど。ゴゴ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 。おお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 。ごう、隕石だった。いや。すごい。これ見ると忠実すぎる映像。このね、死んだ目っぽい感じのね、先生ね。うん。うん。来た来た。うんうん。ねえ、ほんと。言うよね、お口達者だよね。うん。
すっごい上手。音やめてあげて不協和音。うわ、並べられると。天狗の花ポキーだよね。めっちゃうまいね、でもちきり。うわー。ねうーん、そういうニュアンスじゃないけどね、本当はね。そうやって聞こえるよね。テントウムシいた。いいね、ほんと。でも、何くそって思えるのってすごい素敵なことだよね。そこで。諦めないんだもん。このなんかちょっとずれてる感じが。でもね、すごい。ああ、こんな感じなんだ。私、絵とか漫画とか描いたことない。絵は描いたことあるけど、まともに、なんかこうやって勉強とか見たこととかないから。あ、ネットっぽいよね、ほんとこれ。うーん。ああ、この姿ね。うん、姿勢ほんとに悪いんだけどね。なるよね。ああ、うーん。すごいね。春も夏も秋も冬もずっと描き続けて、いっぱい増えてくんだもん。スケッチブックも。すごい。うーん。うーん。やっぱ映像だと時を感じるのがすごく深く入ってくるね。うん。なるよね。
なくして。うん。うん。なんだろうね。これが熱中してることがスポーツだったら心配とかされないのに、なんか不思議だよね。お。うん。あ、でも上手くなってるよね。でも、どっちも上手くなってるんだよ。ねえ。ってことは、うーん、こんな嬉しそうな。待ってくれる友達がいるのも嬉しいっていうか幸せなことだよね。嫌なこと言う子だなって思うけど、シンプルに好きだからそういうこと言ってるだけだもんね。うん、可愛いよね。うん。はあ、卒業だね。いい先生だよね。結構。断れないよね。こういうのってね。いや、なんか田舎だからか。すごい静か。泣いてる。聞いちゃう。落としたね。すごい。うん、すごいスケッチブックの量だよね。学校に行ってない分、ほんと、時間がね、書く時間が多いのはそうだろうけど、それでもすごいよね。もう、うわー
コマの質が一応あるだけどうまい。うまくなってるんだよね、ほんと。入っちゃった。死んだことにしてるもんね。逃げなきゃ。うん、京本に。ああ、話。自分の絵見せるのもね、あれだったけど。ああ、うん。話。はあ。かわいい。うちの。眉毛の上がり方。かわいいすり寄り方。こんなの言われたら嬉しいよね。あ、雨だ。かわいい。パシャ。雨なのに。うーん。振りかぶりすぎ、スキップ。うわー、ぐっしゃぐしゃだ。びっしょびしょだ。ね、ね、すごい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 。手がすごい、手がすごい。いやいや、いや、やっぱ小学生だ。うん。もう、びしょびしょ。で、道が雨だらけ。うわ
これは親に怒られちゃうよ。このびしょびしょ具合。そんなことどうでもよくなってるもんね。うわぁ。本当に才能だよね。こうやって。何にも考えず振り切って何かに熱中できるって。中学生になったね。結局。あうん、45か。うん。二人で一緒に書くようになったね。いたよね、こういう子。ああ、すごい。あれ乾かしてるんだよね。あんまり分かってないんだけど、漫画のこと。書いたことないから。うつむきすぎ。富士の京って名前にしてるとこがね、かわいいよね。二人の関係性見えてくる。すごい雪だ。これはほんと。うーん。うん。やばい。10万円。買えないよ。かわいすぎる。生クリーム、お酒みたいなノリで。かわいい。悪いお誘いっぽい雰囲気なのに生クリームだよ。かわいすぎるでしょ。ほんと。うーん。ずーっと引っ張ってるね。幸せそう、顔が。うん。うん。うん。すごいいい顔してた。
うん。いいね。うん。二人で見に行って、漫画にして。うん。大きくなったね。だいぶ。うん。うん。うん。一人になったね。うん。色味がチェーンソーマンみたいになってね。完全にチェーンソーマンだね。うん。うわ。うわ。うん、トイレで寝てる。ずーっと書いてるんだね。うーん。うん。
ごい。うん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 。
うん。
ん。
もう、あちらの世界に行ってました。はい。映像の中にどっぷり入っておりまして。なんか、今、ようやくこちら側に戻ってきたという感覚でございまして。あ、まだこちらの世界の空気感に自分の頭が、心がうまく噛み合っておりません感じです。うん。あと、なんか泣きました。なので、今なんかぼーっとしてます。正直。ごめんなさい。ほんと、はい。うん。うん。うん。私はどうしてルックバックをクリスマスの動画にして、しかもそれをプレミア公開にしたのでしょうか。作品チョイスのセンスがマジで自分でもよくわかりません。なんか想像以上になんかどっぷりどっしりきてる感じがします。はい。なんか私後半ほとんど一言も喋ってないんじゃないかな。うん、喋ってない気がします。はい。本当にごめんなさい。見るってこういうことなんだなっていうのが、まあ私の感想なんですけど、いいわけ。漫画では、まあ、ぽつりもぴたりも涙出なかったのに、すごく泣きましたね。ちょっと正直、なんか私は漫画を読むの上手じゃないっていうのはちょっとね、前々から薄々思ってたんだけど、っていうのも、あんまり漫画読まないから私。どちらかというとめっちゃアニメを見るタイプだから、なんか漫画の読み方とか色派とか、そういうものがね、自分の体の中にあんまり染みついてないんだろうなっていうのは、まあ思ってて。漫画で多分泣けなかった大きな一番の理由として、私、藤野ちゃんが全くわからないっていう、結構それがあったんだよね。なんか自分の中で理解ができないわけじゃないけど、スッと入ってこないっていうところでつまずいて、感動的だなって思うことはあっても、涙に繋がらなかったのかなって思ったんだけど、まあ、それを前もって知って、こうやって作品を映像で見たからこそ、自分の中に組み込むことができたっていうのも理由としてあるのかなって思うし、まあ、ラストはね、漫画を描き始める藤野っていうのが、結構私の中では、え、みたいな感じを最初は思ったの、正直。打ちひしがれるとか、あ、そういうんじゃないんだ、みたいな。あ、書けるんだ、書いちゃうんだ、みたいな。なんか、藤野って存在は私とめちゃめちゃ遠いなってより思ったところでもあったんだけど、似てないなって私みたいに漫画を描いたことない人間が見ると、漫画描いちゃうのみたいな感じで思うけど、彼女にとってはそれが日常なわけじゃない。なんかご飯を食べるとか、なんかむしろそれをはるかに凌駕するぐらい日常なわけじゃない。だから、
そう考えると、漫画を描くってそうだよな、普通のことだよなって思ったりとかして、こう自分の中の日常っていうものと、富士の中の日常っていうもののなんか差っていうものを、なんか、改めてハッとさせられたっていうのはあったけど、ルックバックの最後の、殺人の事件みたいなのは、まあ、元になった事件があるよって結構有名な話だと思うんだけど、やるせなさみたいなものを込めて書いたみたいな、そういうのをよくなんか耳にしたり目にしたりとかするんだけど、なんだろう、あんまりやるせなさ、事件に対してのやるせなさみたいなものが作品に込められてるって、私自身はそこまでめちゃめちゃ感じてるわけじゃなくって、それはまああったりすると思うんだけど、もちろん。なんかそれよりも、そういう事件があったとしても、漫画を淡々と描き続けるっていう、なんか、そういうものだよなっていう、もちろん作品にテーマとかあるんだけど、それにこうどっぷり使って、なんかそれを美しく、なんかもう感情的にこう訴えかけるように、なんか表現するみたいな感じのタイプではないような気がしてるから、なんかこういう事件があって、身近な人が大切だった特別な自分にとって特別な人が亡くなって、京本の思いみたいなものはもちろん背負うし、あの、自分の心の中にもちろん持ってこれから生きてはいくけど、人間として行動をする、そういうそのものの、こう、ベースみたいなものは変わらないよね、みたいな。なんか割とそういう感覚の方が、私の中にはスッと入る感覚ではあるかなと思いながら、うん。なんか改めてラスト見ました。うん。ちょっと正直、自分でも何を言ってるかわかんないぐらい頭がぼーっとしてるので、ちょっとわけわかんなかったらほんとごめんなさい。でもなんか、ルックバック正直あんまり私は合わないのかなみたいな感じで思ってた部分があったから、こうやってこう映像になって見てみて、こう自分の中で感じることがあって、ちょっと嬉しかったかな。うん。一歩作品にちょっとだけ近づけた感じがする。やっぱ、その自分の中の持ってる感性と、作品が持ってるなんか感性とか世界観の、もちろん相性とか、伝えたいテーマとか、それを受け取る、器があるかとか、その自分の経験があるかとか、知識があるかとか、感覚があるかとか、そういうものって絶対相性があると思うから、なんかそこがあんまり私はルックバックと、こう、うまく繋がれないのかなって思ってた嬉しかったです。まあでもやっぱ私はファイヤーパンチが一番好きです。うん、でも、ルックバックもすごく良かった。なんか、こうやって映像を通していろいろ感じられたからこそ、また、ちょっと再び漫画を読んでみて、感じることがまたなんかあるのかなっていう、ちょっと自分の中の楽しみみたいな、そういうものはね、あるから、ちょっとね、時間がある時に読んでみようかなって思います。クリスマスイブの日にこんなテンションで動画を公開してしまい、ほんと大変申し訳ございませんでした。はい。チャット欄で盛り上がってくれてるといいなぁ。ということで最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンやコメントもいつもありがとうございます。明日は楽しいクリスマスになりますように、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。